皆さんこんにちは。ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。ライブ 2D マスターへの道3回目となる今回は紙揺れのお話の後編です。前回は紙の揺らし方の基本のうち変形させる対象パラメーター数について説明しましたが、今回はねその時お伝えできなかった3番目の項目物理演算の設定を詳しくお伝えしていこうと思います。正直ね今回は数字の話がメインになるので結構難しめというか、私みたいに数学とか物理が苦手な人は頭が痛くなるお話かもしれないです。そうなんですよ。私ね実は数学と物理超苦手なんですよ。どんくらい苦手かというと、高校の時数学のテストで0点取ったことあります。そのレベルです。なのにライブ 2D の物理演算が得意ですって言ってるのね、ちゃんちゃらおかしいと思いますけど、そんな人間でもね凝った設定ができちゃうのがライブ 2D のすごいところだと思っております。だから私みたいに数学が苦手な人にもなるべくわかりやすい説明を心がけます。で、逆に数学とか物理系が得意な人にしてみたら、なんでこいつこんな非効率なことやってるんだってなるかもしれないですけど、もしねより良い方法を知っていたらぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。さて、物理演算の設定は別ウィンドウで行います。モデリング、物理演算シーンブレード設定を開くを押すと別物で設定用ウィンドウが出てきます。ちなみに私はね、この物理演算ウィンドウが大好きです。マジでね、永遠に眺めてられます。ここではね、大まかに入力設定で物理演算の動きの元となるパラメータを設定し、振り子の設定で詳細な入れ方を設定し、出力設定で実際にパラメータを設定し、最後、演算後の動きを右側で確認します。こんな感じでね、マウスでグリグリってやるとね、モデルが上下左右に頭を振ってくれますので、揺れを確認できます。もうめっちゃ可愛いよね、これ。もう最高。で、物理演算の設定をする前に重要なのが FPS です。APEX かなと思った方。ここで言う FPS はフレームレートのことです。右上にね、計算 FPS という設定がありますね。試しに30、60、120で比べてみましょう。このようにね、FPS が上がれば上がるほど動きが滑らかになります。それだけならいいんですけど、FPS の数値で計算結果が変わってくるので、同じ設定でも FPS が違うとね、揺れが全然違うんですよ。で、ライブ 2D の物理演算設定ってデフォルトが 30fps なんですけど、VTube スタジオは確か 60fps だったと思います。なので、エディタとね、動きが全然違って、私最初切れてたんですけど、60fps で設定し直したらね、完全に一緒まではいかないまでもかなりいい感じになりました。もしね、私みたいに切れてる人がいたら、FPS のね、値をちゃんといじれば改善するかもしれません。ちなみに、ねじまライブは揺れの再現度はね、ピカイチですけれども、残念ながらね、今の時点では 30fps 固定です。いや、60fps のね、実装が待たれます。FPS のね話はこれぐらいにして、新しく物理演算設定を作るときは左上ら辺にあるね追加ボタンを押して名前、入力のプリセット、物理モデルのプリセットを設定します。名前はね適当に分かりやすいもので OK です。で、入力のプリセットがね正直デフォルトで入ってるものはどれも最適じゃないんですよ。なので口述する VTuber 用の最適な入力設定を新たにプリセット登録しとくのがいいです。物理モデルのねプリセットも私は自分用にいろいろカスタマイズしてるんですけど、最初はねプリセットのものを使ってみていいと思います。はい、ということで OK を押すとね、こんな風に新しい物理演算グループができました。入力プリセットをね選択した場合は入力にいくつかパラメーターが入ってると思います。で、出力設定の方には何も入ってないと思うので、動かしたいパラメーターを入れてください。ただ揺らしだったら揺らしたい分すべて入れます。で、ここで一つお詫びというか、すごいややこしい点を謝罪しなくちゃいけなくて、前回の動画で多段揺らしの変形の方法を説明していた時に、毛先を1段目で上に行くごとに2段目、3段目って言ってたじゃないですか。これね、物理演算の設定だと上から1段目、2段目、3段目なんですよ。もうね、これ本当にややこしすぎて申し訳ないです。これは、正しくは物理演算の設定の方、上から1段目、2段目、3段目の方がライブ 2D 公式的には正しい正解なんですよ。でもさ、紙とかの揺れ作るときってデフォーマーのはみ出し気にしながら作ってたら大体毛先から作ることになるじゃないですか。だから私は下から1段2段って数えた方が個人的には分かりやすいんですよ。なのでパラメーター名も基本下から1の1、1の2
ってなっております。もうね、私はこれしゃあないって割り切ってるのでそのままやってますけど、もしね紙揺れの数値も振り子と揃えられる、上から1段2段ってできる人はもちろん揃えた方が分かりやすいと思います。お詫びは以上です。で、出力設定にパラメータを入れたら一旦ね入力パラメータに戻りまして、はい、ということで入力プリセット、髪の毛だとね皆さん頭入力を選ぶと思うんですけど、そうするとね角度 X、角度 Z、体の回転 X、体の回転 Z が自動的に入ってると思います。まずねこれの何が問題かっていうと、第1に Y 軸系が一切入ってないんですよ。これはね別に Y 軸系の揺れが気にされてなかった手打ちモーション時代の名残なんですけど、これだとね縦揺れで一切髪の毛が揺れません。まあねこれもこれでありだとは思いますけど、私はねバインバインに縦揺れするのが好きなので、これあんまり好みじゃないんですよね。でもう一つ、頭揺れなのに体の数値が入ってるのもあんまり良くないです。体を揺らせば髪の毛揺れるやろうって言われるとそれはそうなんですけど、 VTube スタジオとかにじまライブなどの最近のトラッキングアプリって体の動きをね別に設定できたりするんですよ。でこんな感じで好みでね反転させることもできるんですけど、髪揺れの入力設定に体系が入っていると反転させた時にね揺れの数値が相殺されて全然揺れなくなっちゃうんですよ。なのでソフト側のねカスタマイズ性を考えると、頭についている揺れ物の入力はシンプルに頭の角度系だけで動かした方がいいんですね。ちなみにフェイスレグだとそもそもね体系のパラメータって一切反応しないので、体系がね入力で入っているとただただ揺れが小さくなります。なのでなおさらね体系の入力は外した方がいいです。で例外として体の回転 Z は入れておいた方がいいです。こんな感じで体と顔が別々に動いた時にも髪の傾きがより自然に動くようになります。で種別はね前回の動画でちらっとお伝えしたんですけど、 1X と角度の2種類があります。 1X は入力パラメーターの動きに合わせて振り子が動いて、止めるとね0の値で止まります。入力の数値がね変なところで止まっても振り子は0の値に戻るので、角度 X とか角度 Y 系の入力パラメーターは 1X にするのがおすすめです。で角度の方は入力パラメーターの動きに合わせて振り子が傾いて、止めると入力パラメーターの数値に合わせた傾きで止まります。で種別角度のちょっと分かりにくいところは前回の動画でもお伝えしたんですけど、傾いて止まるのは1段目で他の数値は0に戻るんですよ。なんで角度 Z 系に使うといい感じになりますが、前回の動画でお伝えした通り変形のパターンによっては使えない場合もあります。で入力角度にはちょっとした応用的手法がありまして、一つは呼吸を入力角度で入れる方法です。左右の髪のどちらかにはね反転にチェックを入れて、で種別角度でね呼吸を入力するとこんな風に呼吸に合わせて髪の毛がふわふわ動くようになります。呼吸に直接揺れをつけているわけではなく物理演算なので、よく見るとね振り子が緩やかに弧を描いているのがわかると思います。よりね曲線的で滑らかな揺れになっているんですね。まあね VTube スタジオには風という髪を揺らす項目があるんですけど、私は角度系パラメーターにも補正目的で物理演算を仕込んでて、この風をいじるとね台風に飛ばされそうな人みたいになっちゃうので、呼吸モーションに直接紐付けちゃってます。でにじまライブの方は呼吸のような常時再生モーションを複数設定できるんですよ。なんでこんな風にね髪の長さによって入力パラメーターを変えて速度を変えることでねよりしなやかな動きが再現できたりします。これ本当にすごいなと思います。あとは差分のねトリガーとなるキーを種別角度で入力するという手法もあります。これ私が最近よくやってる手法なんですけど、例えばね前髪差分があったとします。でこの前髪の揺れに前髪変更のパラメーターを種別角度で入れると、こんな風にパラメーターがねオンオフになるたびに髪がふわーんとねなるんです。ただね透明度でオンオフにするといかにもね透明度で変えてますわーってなるんだけど、ふわっとした動きを追加させるだけで一気にモデルが生き生きとしますし、とっても簡単なテクニックなのでぜひぜひやってみてほしいです。ただしね注意すべき点があって、普通ねこういうオンオフ系パラメーターって最小0、デフォルト値0、最大1にすると思うんですけど、それを入力角度で入れるとデフォルトでね振り子が傾いて髪が変形しちゃうんですよ。これがねなんでかっていうと、角度系の入力って実際のパラメーターの数値がどうであれ、左端が左に傾ききった時で真ん中がデフォルト値、右端が右に傾ききった時っていう計算がされてるんですよ。
なので最初0、デフォルト値0、最大1だとデフォルト値が左端に振り切ってる判断をされちゃうんですよ。なのでオンオフ系パラメータを物理演算の入力に入れたいときは最初マイナス1、デフォルト値0、最大1にするとねシンプルで分かりやすいなと思います。マイナス1の方のね部分はあくまでも入力の値を正規化するために使うので、変形は本当に何も入れなくていいです。ステッチです。他にもね面白い入力パラメータの設定はあると思いますので、慣れてきたらいろいろカスタマイズするといいと思います。んで影響度なんですけど、これは単純にどのパラメータがどれくらい揺れに影響するかの数値です。 1x 角度それぞれの合計値は最大100なので、100を超える数値は入れられません。私みたいに物理演算こだわりまくってると入力パラメータ数がやばいことになるのが稀によくあるので、100の範囲内でねやりくりするのが非常に大事になってきます。基本的に X 軸 Y 軸系は同じぐらいの影響度、もしくはね X 軸が少し多いぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。顔と体の Z 軸の関係は顔の方が体より大きいです。比列は自分のモデリングに合わせてお好みで調節してください。私はね6対4とか2対1ぐらいにすることが多いです。で、呼吸とかオンオフパラメータ系はごくごく少量で OK だと思います。私はね5から15くらいで入れることが多いです。入力設定の説明は以上です。すでにねめちゃめちゃ語ってますけれども、まだまだいきますよ。情報量が多くてパニックなんじゃーって人は一旦ね飼育バーを止めて休憩してください。見てくださってありがとうございます。お次は振り子の設定です。振り子の設定はね正直奥が深すぎてこれが正解っていうのがないので、ここをいじるとこんな動きの変化があるよっていう解説と、今ね私がよく使っている数値をお伝えするので、それを参考にいろいろカスタマイズしてくれると嬉しいです。では説明に入りますと、まずは長さです。これはね長ければ長いほど揺れの周期は遅くなります。髪の長さによって適宜調節するといいでしょう。私はね髪の毛だと5から13あたりの数値をよく使ってます。で多段揺らしの場合全部同じ数値でもいいんですけど、このようにね下に行くほど短くすると周期にもねバラエティが出てより自然な動きになりますよね。次は揺れやすさ。これはねそのまま揺れやすさのことです。1が最大で低くなるごとに揺れにくくなっていきます。ぶっちゃけね1は揺れすぎなので、実践で使える数値は0.8 から 0.95 あたりが良さげなんじゃないかなと思います。 30fps だとね 0.7 とかでも動くんですけど、これ不思議なのが 60fps だと途端に動かなくなるんですよ。なんで一番 fps の違いで動きが変わる部分が揺れやすさかもしれないです。たまにねVTube スタジオで無重力みたいな髪の動きになってる人がいるんですけど、もしね意図的にその動きにしたくてしてるわけじゃないなら、揺れやすさの値をいじると改善するかもしれないです。で多段揺らしの場合ね、先ほどの長さの数値と同じように全部同じ数値でもいいし、数値をね順番にずらしてバラエティを持たせるのもよしです。上から順番に小さくなっていく方法と大きくなっていく手法の2種類あって、揺れ方の違いはこんな感じです。私はね徐々に揺れが減衰していく方が好きなので上の値を大きくしてますけど、毛先をねより動かしたいということであれば下の値の方を大きくしてみてもいいかもしれません。次に反応速度です。これはですね数値を小さくすればするほど振り子の揺れが遅くなります。ここね人によってめちゃくちゃ好みが出る部分だと思います。私はねある程度速い動きにも揺れがねついてきてほしいので、紙入れは1.0 から 0.8 くらいの数値の中に留めちゃうことが多いです。業界的にはね意外と速度早めなんじゃないかなと思います。 0.7 とか 0.6 ぐらいのね数値も使うともっともっとゆったりした動きになりますが、やりすぎるとね無重力状態になるので注意です。で反応速度はね徐々に数値を小さくしていくのがおすすめです。数値の減らし方はね私振り子の段によって変えていて、2段とかだと結構がっつり減らして時差を作るし、5段とかだと数値の減り方をね緩やかにして滑らかにつながるようにしています。最後収束の速さですが、これはねちょっと初見では何のことか分かりづらいですよね。これは振り子が傾いてから元に戻るまでの速さです。ここのね数値が速いとキビキビとした素早い動きに、で低いとふわふわゆったりした動きになります。反応速度は振り子が傾くまでの速さなのに比べて、こっちは元に戻るまでの速さなのが違いです。ここの数値はね正直設定が難しいというか、他の数値との組み合わせによって効果が様々なので、実際に自分の目で見ながらカスタマイズしていった方がいいと思います。ぶっちゃけ分かんなかったら全部1でいいです。私はね普段1から 0.8 ぐらいの数値を使っているんですけど、例えば反応速度や揺れやすさの数値を控えめにし
してゆったりした揺れにしたいけど無重力状態にはしたくないって時は、このね収束の速さを高めの数値に設定してバランスを取ったりします。はい、ざっと解説しましたけど、振り子の設定に関してはマジで正解がないです。私もねキャラクターの性格とか見た目とか髪の長さによって揺らし方は臨機応変に変えてますし、ほんとね設定して揺らして修正して揺らして修正して実装して修正しての繰り返しです。数学とか物理学的知識のある人なら状況に合った数値をすぐにね導き出せるかもしれないんですけど、私はねそのような知識はゼロなので、ただひたすらにトライアンドエラーです。なのでね物理演算の設定はよく沼って発狂してるんですけど、その分ね気持ちいい設定がハマった時は嬉しいですし、作っていくうちにね好みの設定を少しずつ掴んでいくと思います。ぜひともね自分好みの設定を見つけるために頑張ってください。あとはね実際にマウスでグリグリしながら動きを確認していくわけですが、なんかね揺れがカクカクしてるなーみたいになった時は出力設定の倍率が大きすぎです。おそらくね最大出力が100を超えていると思うので、一旦ね大げさでマウスでグリグリってやってから出力設定ダウンを押すと適切な倍率に自動的に調整してくれます。このね最大出力120ぐらいならね超えてても全然問題なかったりしますし、むしろあえて超過させる裏技的手法もあったりはするんですけど、こんな風にね揺れがカクカクしてるのは明らかに動きすぎなので、ぜひここを見直してみてください。逆に最大出力が50未満とかだと動かなすぎかなと思うので、なんか動いてないなそんな時は出力調整アップを押すと今度は適切な値に自動調整してくれます。ただねスキニングだけは例外で、元々の変形がでかすぎるので出力調整をすると動きすぎになっちゃったりします。変形を調整するか倍率を自動で調整するのがいいと思います。この辺もね私スキニングがあんまり好きでない原因だったりします。スキニングだけに。ちなみに入力設定や振り子の設定が変わると最大出力の値も変わりますので、そこのね設定を変えたら都度最大出力は確認しといた方がいいです。さっきまで問題なかったのに振り子の設定変えたら急に出力振り切れてんじゃねえかみたいなね、そんなことも結構ありえますので設定した方がいいと思います。いかがでしたでしょうか。紙入れでねお伝えできる情報は以上になります。少しね難しい話もありましたが、前回ねお伝えした情報も合わせればきっとモデリングのステップアップにつながってるんじゃないかなと思います。まだまだね紙入れ以外にもお伝えできていないノウハウは5万とあるので、今後もねこのシリーズでたくさん解説していきたいと思います。よかったらねチャンネル登録をして続きを楽しみにしてくださると嬉しいです。コメント欄でもねぜひぜひ他に聞きたいこととかあったら送ってください。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。かむつひまろでした。バイバーイ。